雨月物語。貧富論。奥州蒲生氏里の家来に岡左内という武士がいた。高給取りとしてその名を東国に轟かせていた。左内は富を願う心が人一倍強く、倹約を家訓として励み、家は年を経るごとに富栄えるようになった。武に励み、兵を訓練する合間にも、茶や香を楽しむこともなく、畳の上に小判を並べて眺めるのを心の慰みにしていた。人々は皆、左内の振る舞いを怪しみ、卑しいやつだと言って、つまはじきをして憎んでいた。ある日、長く召し使っていた下男が、小判を一枚隠し持っていることを聞き知った左内は、その下男を呼んで言った。どんな高価な宝石も、乱世には瓦礫や石ころ同然である。武士として生きる者にとって必要なものは名刀である。とはいえ、たとえ名刀であっても、千人の敵にはかなわない。それに比べて、金の力というものは、天下の人々をも従わせることができる。武士たる者は、これを粗末に扱ってはならない。必ず蓄えるべきである。お前が卑しい分際で、武に過ぎた金を得たのは感心なことだ。褒美を与えよう。そう言って、10両を与え、その上、対等を許して、武士として取り立てた。人々はこれを聞いて、左内が金を貯めているのは、貪欲だからではなく、今の世には珍しい奇人なのだと、口々に褒めたたえたのであった。その夜のことである。左内が枕元に気配を感じ、目を覚ますと、行灯の傍らに、小さな翁が笑みを浮かべて座っている。左内は起き上がって、誰だ？わしから物を取ろうというのなら、腕っぷしの太い者が来そうなものを、お前のような老いぼれがわしの眠りを妨げるとは、狐狸の仕業か。何か術でも使うのであろう。秋の夜の眠気覚ましに披露してみせよ。と、動ずる様子がない。翁は答えた。ここに参ったのは、地味猛量でもなければ、人でもない。お主が大事にしておる黄金のせいじゃ。長年大事にされているのが嬉しゅうて、夜話でもと思い参ったのじゃ。お主が今日、下男を褒めてやったことに感激して、わしの思いを語ろうと、仮の姿で現れたのじゃ。十に一つも役に立たんかもしれんが、
言わないでおくのも不快なので、強いてお主の眠りを邪魔した次第じゃ。さて、富栄えてもおごらぬのは聖人の道である。それを世の人々は、止める者は邪悪で、止める者は愚かだ、などという。昔の世に富栄えた人は、自然の摂理をよく見極めて、地の利をよく判断し、その結果、自然にして必然の富を得たのである。百姓は穀物を作り、職人はその仕事に磨きをかけ、これを助け、商人はこれを売りさばく。おのおのがそのなりわいに励み、家を豊かにして、先祖を祭り、子孫の繁栄を願う。それ以外に人としてなすべきことがあるじゃろうか。ことわざにも、富豪の子は決してのたれ死にせず、富貴の人は王者と同じ楽しみを持つという。まことにその通りで、淵が深ければ魚も自由に泳ぎ回り、山が深ければ獣もよく育つのは自然の断りである。ただ、貧しくても楽しむという言葉もあり、学者や学問を学ぶ者たちの惑いのもととなっている。そのために武士らは、富が国の礎であることを忘れ、軍略ばかりに熱中し、破壊や殺戮を繰り返し、己の徳までも失って、子孫まで根絶やしになってしまっておる。それも富を軽んじ、名誉を重しとする惑いのせいなのじゃ。思うに、名誉と富は心が二つなければ合わせ求めることができぬわけではない。名誉を求める心も富を求める心も一つの心であり、違う二つの心があるわけではないのだ。金の徳を軽んじて、自らを清廉潔白と自称し、なりわいを捨て、俗世を離れ、成功うどくの生活を送る人を賢人という。確かに賢人かもしれぬが、その行動は賢いとは言えぬ。金は七宝の最上位である。土に埋もれている時も冷戦をたたえ、不浄を払い、微妙なる音を発する。これほど清らかなものが、どうして無知で欲深く残忍な人にのみ集まるものであろうか。そんなことは決してない。今宵この憤りを吐き出して、来年の憂さを晴らせたのは、なんとも嬉しいことじゃ。左内は膝を乗り出して聞いた。
今語られた富の道の尊さは私も同じ考えです。しかし愚問があります。今のお話では金の徳を軽んじて富が偉大なことを知らぬのは大きな過ちであるということですが、しかし学者の言い分にも一理あると考えます。今の世の金持ちは10人のうち8人は貪欲で残忍な人が多い。例えば私は十分な富を得ていながら兄弟一族をはじめ長くから仕える貧しい者を救おうとしない。親しい隣人でも霊落するとその田畑を買い叩き我が物にしてしまう人もいる。私は村長という立場にありながら昔から借りたものを返さない。礼儀正しい人が席を譲るとその人を下僕かのように見下し、たまたま旧友が訪ねてくれば金の無心に来たのかと疑って居留守を使うような人をずいぶん目にしてきました。またそれとは違い、主君に忠義を尽くし、親に孝行し、目上の人を尊び、身分の低い貧しい者を助ける立派な人が、冬の寒さにも革衣一枚で過ごし、夏の暑さにも片びら一枚で着替えもなく、豊作の年でも朝夕一膳の粥で飢えをしのいでいる。このような人は友人も訪ねてこず、兄弟一族に縁を切られながらそれを悲しんで訴えることもしない。ただ生活に追われてアクセクと一生を終える。その人が怠け者かといえばそうではなく、朝から晩まで働いて東へ西へ奔走してもゆとりができない。愚かなわけでもないのになかなか成功の芽が出ない。こういう巡り合わせを仏教では前世の因縁をもって説明し、儒教では天命であると言います。もし来世があるのであれば、現世での良い行いも来世で報われると、人々はしばらくの間憤りを収められるでしょう。だから富の道は仏教の道理が説き尽くしていて、儒教はためらいであるというのでしょうか。あなたも仏教の教えを尊んでいるようですが、もしそうでなければ詳しくお聞かせください。翁は答えて、お主が疑問を持たれることは昔から論じ尽きない議論である。仏の教えでは、貧富は前世の行いの因縁によって決まるというが、これはいい加減な教えじゃ。前世で善行を積み、慈悲の心を持って他人にも情深くした人が、その果報によってこの世で富豪の家に生まれてきて、己の財力に物を言わせ威張り散らし、道理に外れたたわごとを言ったり、浅ましく粗暴で野蛮な振る舞いを見せるのは
一体どんな報いでそこまで堕落してしまうのか。仏菩薩は名誉や利欲を意味嫌うというのに、どうして貧富にこだわっているのか。富は前世の行いが良かった報いで、貧しさは悪かった報いであるというのは、女をたぶらかし言いくるめるエセ仏法というものじゃ。貧富を問わず一途に善行を積む人は、自分が豊かにならずともいつかその子孫が必ず幸福になる。また行いが悪く貪欲でケチな人が富栄えるばかりか長生きする者がいることについては、私なりの異なった考えがある。まあ聞きなさい。わしは今こうした仮の姿で話しているが、神でもなければ仏でもない。もともと感情を持たぬ黄金の性であるから、人とは違った考えがある。昔の世に富栄えた人は、自然の摂理を見極めて、地の利にかなった計りごとで富を集めた。自然の断りである。また一方、卑しく欲深く残忍な人は、金を見てまるで親のように大事にし、食うものも食わず、切るものもろくに着ず、大事な命でさえも金のためなら惜しまず、寝ても覚めても金のことを忘れないので、金がそこに集まるのは当然の道理というわけじゃ。わしはもとより神でも仏でもない、ただの非常の黄金のせいじゃ。人の善悪を正したり、それに従う理由はないのじゃ。善を褒め悪を罰するは神や仏の仕事である。この三者は永久に変わらない人道を示すものじゃ。わしらのようなものの及ぶところではない。ただわしらはどんな人であっても、わしらを大事に扱って、わしらにまめまめしく仕える。その程度に応じて、その人のもとに集まるだけなのじゃ。ここに金に魂があると言っても、人とは違うところである。また、富栄えて善行を施しても、それがゆえなく他人に恵んでやったり、相手の不義を顧みずに与えれば、それが善行といえども、富はその人から去ってしまう。なぜかといえば、金の使い方だけを知り、金の徳を知らず、金を軽々しく扱うからなのじゃ。また、行いもよく、他人にも真心を尽くしながらも、貧しく苦しんでいる人は、もともと神の恵みが少なく生まれたのだから、いくら頑張っても
生涯のうちに富を得ることはできない。だからこそ昔の賢人は富を求めて甲あれば求め、甲がなければ求めず、気の向くままに俗世を逃れて心静かに一生を終えるのじゃ。その心の中がどんなにすがすがしいかと羨ましい限りじゃ。とはいえ富の道は術であるので、巧みな者はよく金を集め、愚かな者は河原を崩すよりたやすく金を失う。我らの仲間は人のなりわいにつきまとって収産し、定まった主人を持ってはおらぬ。ここに集まったかと思えば、その者の行い次第でたちまちに離れ、別の人の懐に走る。水が低い方に流れるのと同じである。昼夜休む暇もない。ただ働きもしない怠け者は山のような富もたちまちに食い尽くしてしまうじゃろう。何度でも言うが、不徳の者が富を蓄えるのはその者の徳不徳とは無関係である。君子の富についてはそれとはまた別の話で、幸運に恵まれ時を心得る人が倹約しよく仕事に励めば、おのずから家は富、人も福すのである。わしは仏の因縁も知らず、儒教の天命にもこだわらず、それとは異なる別天地でのびのびと暮らしておる。左内はいよいよ興味を持ってさらに聞いた。あなたの話は素晴らしい。おかげで長年の疑問も氷のように解けました。ついでにもう一つお聞きしたい。今は豊臣の意向が天下に轟いて国中平穏に見えますが、国を失った武士らがあちこちに潜伏し、あるいは大国の主君に仕えながらお家再興を遂げようと気を伺っています。民らも戦乱育ちですから、気があれば隙を捨て矛を取って一旗あげようと田畑をそっちのけにしています。武士たる者も枕を高くして眠れません。今の世が長く続くとも思えない。一体誰が天下を統一し、太平の世を治めることができましょうか。そしてあなたは誰にお味方するつもりでしょうか。翁は言った。祭りごとも人間界のことゆえ、わしの知るところではない。ただ富に関して論ずれば、武田信玄のように知略に優れていたにもかかわらず、その威勢はわずか甲信越の三国に振るっただけである。しかも名将の評判は天下に轟いていたが、その最後に今や信長は家宝に恵まれた大将である。
わしは奴を侮って征伐を怠り、そして今、この病にかかった。わしの亡き後、我が子孫は奴に滅ぼされるであろう。と言ったそうじゃ。また、上杉謙信は優勝じゃったが、信玄の死後は、天下に肩を並べる者もおらず、不幸にも早くに死んでしまった。織田信長は、才に優れていたが、地において信玄に及ばず、勇において謙信に劣っていた。それでも富を味方につけて、一度は天下を統一した。しかし、家臣を恥ずかしめ、そのために命を落としたのを見れば、文武を兼ねていたとは言えぬ。豊臣秀吉の志は大きかったが、初めから天地を覆うというわけではなかった。それが今や、昔のことを忘れて、竜にでもなったかのように大空に昇っておる。後進が竜と化した者はその寿命、わずか3年に足りぬと言われておる。秀吉もまた、その子孫も、長くは続かないだろう。おごり高ぶりを収めた世は、昔から長続きした試しがない。人の守るべき掟は倹約であるが、過ぎればケチとなる。倹約とケチとの境をよくわきまえて努めるべきである。今や豊臣の世が長く続かないとしても、万民が栄え、家々が繁栄し、天下太平を謳歌する時代は、近い将来やってくる。その時、誰が天下を統一するか、お主の望みに応じて、この句を授けよう。そう言って沖縄は、8時の句を歌い上げた。陽明非明らかに、百姓家による。行庭の治める神の時代、明鏡という随想が生えて、日も高く昇り、太平の世を照らした。万民はそれぞれの家に安住した。数々の面白い話にも終わりが来て、遠くの寺の鐘が夜明けが近いことを告げた。黄金の星は、もう夜も明けた。そろそろお別れじゃ。今宵の長話で、お主の眠りを邪魔したな。と言って立ち上がったかと思うと、ふっとかき消えて見えなくなってしまった。左内はこのことを思い出しながら、百姓家によるの句が、家康に帰ると暗示しているように思われた。左内は黄金の星の言った真意を会得し、深く信じたのであった。誠に随想が生えるようなめでたい時代に巡り合うべき、めでたい兆しのめでたい話である。